うまそう。夜光貝。マガキ貝ってすげえ。顔さ、光って見える。ということでなんだっけ、闇。ということで買ってきました。これが海鮮丼中。おはようございます。私は今夏の離島旅で奄美大島に来ております。奄美大島最高。朝食を食べてから、観光スタートをしていきます。到着しました。サンドイッチカフェ奄美。ブルーベリーまだないのかな。あれ、ブルーベリーあ、これか。ブルーベリーってあったかな。メニューあるか。ドリンク類はレジで注文します。また食べたいサンドイッチがまだ出来上がっていない場合はここで注文します。朝一に来るとこんな感じでね、まだ出来上がってないやつもあるんですよね。ちなみにドリンクメニューはこんな感じで、モーニングセットやトリプルセットもあります。そして注文の品が揃いました。めちゃめちゃうまそう。ということで朝から豪華にいただきます。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。やみつきになるチキンサンドとブルーベリーと、こちらはやみつきハムカツ。チキンカツとハムカツとブルーベリーと、あとチキン2本とホットカフェラテとアイスカフェラテで2030円。これがマジでめちゃめちゃうまいんですよ。平日ということもありますが、テイクアウトのお客さんが多いんですかね。席はね結構空いてましたね。ただお客さんはずっと入ってきてる印象でした。そしてキャベツたっぷりのチキンカツからいただきます。いやマジでこれうますぎますね。チキンとキャベツとソースの相性抜群なのと、ちょっとねカレー風味のソースっていうのもねめちゃめちゃいいんですよね。タレがマジでうまい。マジうまいわこれ。こんなうまかったっけってぐらいうまい。続いてチキンもいただきます。気づいたら食べ終わってた。でもどうなんだろうね。鶏肉が好きだからっていうのもあるかもしれないけど、チキンからのチキン。そして相方が注文したハムカツはこんな感じですね。中にはポテトサラダが入っております。でこちらのソースもカレー風味でございます。やっぱマジうまいな。朝食普段食べないからここだったら全然食える。もう一個買うか悩むねこれ。やみつきハムカツ。そしてあまりのうまさにおかわりしました。これはさっき買ったブルーベリーで、追加で買ったのがツナトマト。ツナトマトシェアして、ブルーベリーそれぞれ食べるみたいな感じですね。めちゃめちゃ食べやすい。うまっ。いやうまいね。気づいたらあと一口。怖いわ。朝からこんな食べて。昨日の夜もさめっちゃ食って、まだ12時間経ってないもん。ここさ1週間とか旅行したらさめちゃめちゃ太りそうだ。いや毎日食べちゃうからのブルーベリー。朝からサンドイッチ3個ってやばい。サンドイッチ3個っていうかさ6個。朝から6個。マジめっちゃいい匂い。だってうまいわ。このブルーベリーサンドマジでおすすめです。うますぎます。朝からがっつり堪能させていただきました。ごちそうさまです。ということでありがとう奄美。サンドイッチカフェ奄美よかったね。近所に欲しいですね。で本日は、最南端エリアに向かいながら観光していくんですけど、瀬戸内エリア行く前に板のアクティビティに参加して、で運動してからの、南端エリア行ってって感じですかね。よいしょ。そして市街地抜けてねしばらく進むともうずっとねトンネルとかで買い物するタイミング失ってしまうので、ここのファミリーマートで買い出しします。この辺の道は基本的にずっとまっすぐで運転はしやすいですけど、トンネルが続くんでね結構危ないわ。ずっとまっすぐなんで。そして長いトンネルを経てからの奥に見える海と山の景色がすごいわ。この辺まで来るとね一気に大自然エリアというか、朝一いた名瀬エリアは、めっちゃ都会だったんですけど、こ
こっちの方に来るともう一気にね離島らしさが出てくるというか素晴らしい景色です。目的地見えてきたんですけどまだちょっと時間が早いので、ちょっと先行くと展望台があったと思うんでね、そっちとか先行こうかな。あったあった、ここがビュースポットなんですよね。うわー、朝の9時だけど暑いね。鹿児島ロマン街道マングローブ原生林で、今日これからカヌー体験するんですけど、おそらくこの辺までカヌーで来れるのかなっていう。いやー、素晴らしい天気ですね。めちゃくちゃ日差し強いわ。すごいですね。やっぱこうやって見ると本当に山が多いね。もしかしたら朝一のツアーめちゃめちゃ混んでるかもしれないですね。心配な方はね、前日とかに、電話でも予約できたんで、ウェブ予約か電話で予約しておいた方がいいと思います。マングローブパーク到着しました。ここはバス停もあるんで車がなくてもアクセスは可能です。割とバスの本数あるね。暑い。ようこそマングローブへということで出発します。受付から歩いて3分4分くらいでカヌー乗り場でございます。でカヌー乗り場のところにトイレと更衣室とロッカーがあるので、水着着て行って、で、帰りの着替えとタオルとかを持って向かいます。カヌー乗り場見えてきました。ということでもう少しでカヌー体験が始まります。去年は干潮の時間帯に参加して、で今年は満潮の時間帯なのでまた違った景色を堪能できそうで楽しみです。2人乗りです。2人乗りの方はこの辺りで。はい、始まりました。最初にカヌーの漕ぎ方のレクチャーを受けてから出発します。ということで出発します。最初ね乗るときにめっちゃ揺れそうだなと思ったんですけど、ちゃんとね固定されてる場所で乗れたんでね良かったです。なんか満潮と干潮の間くらいのねタイミングだったんで思ったよりも浅かったです。こんな感じで天気がいいとねもろに日差しを受けるんで、帽子とサングラスとね日焼け止めはあった方がいいと思います。今回のカヌー体験は、だいたい1時間くらいですかね。で要所要所でツアーガイドさんがマングローブや生き物について解説してくれます。干潮と満潮で全然違うんだねコース。お、なんかでかい魚いる。右側。おおー、楽だ。まじまじと見るとすごいな、やっぱ何回見ても。この辺だと日陰になってるからいいね。と食ってるわ。なんで枯れないんですね。もう少し深くなれば通り抜けができるし、後半戦スタートだ。ここめっちゃ映えるわ。次はまた広いエリアに出て、でこの辺で何分か自由時間だそうです。すごい。15分ぐらいフリータイムとなります。また呼びますのでね。古代の植物。魚発見。ありがとうマングローブパーク。いやーよかったね。今年初めての1年ぶりのアクティビティ、やっぱ体を動かすっていいね。シャワーと更衣室もついてるんで、いやなかなか良かった。でも独特だね。めちゃくちゃ目立つね、この古代の植物。名前が出てこないからもう通称古代の植物。ということでありがとうマングローブパーク。後半戦はここから20キロちょっと南下していって、最南端エリアに向かいます。そして、あれから何キロか進んで最南端まであと5キロ地点までやってきました。いやーすごいね。こっちの方の海もだいぶ綺麗。昨日観光した綾丸岬とかね、あの辺も海良かったんですけど、こっちはねまた違う青さというかね、水色というか。瀬戸内エリアまでやってきました。いやいいね、こっちの雰囲気もいいね。
なぜの雰囲気もいいけど、この港の周辺の雰囲気もめちゃめちゃいい感じです。ここの駐車場満車なんで、これ満車の場合ってどうすればいいんだ。あ、出た、ラッキー、ナイス、2台出た。マジでラッキーだわ。よかった、スーパーラッキー。なんていうタイミングの良さ。こんなに混んでるってことはさ、食堂やってんのかな。瀬戸内海の駅。お、とか魚いる。ここはパッと見ね、足湯かと思いきや魚が泳いでます。なんか見たことない色してるわ。カラフルな魚たち。この魚すごくない？なんか怖い色が、なんかアマゾンにいそうな色してるわ。すごいな、緑色と青の魚もいるわ。ということで、瀬戸内海の駅でランチにしようと思います。しかしまさかの定休日でした。そしてここにはフェリーの切符売り場があります。ここ瀬戸内からフェリー加計呂麻に乗って加計呂麻島に行くことができます。しかもね、料金がね、意外と安いんですよね。往復で大人1人690円でございます。もう一個のレストランは営業中だったので、こっちでランチにしましょうかね。瀬戸内産の本マグロ。何しようかな。マグロ丼、海鮮丼、山かけ丼もうまそう。黒マグロ養殖日本一の町。到着しました。結構混んでまして、名前を書いて待つタイプのお店でした。すごい、めちゃめちゃ眺めのいい席。いや、天気いいね今日で。これがフェリー加計呂麻です。明日これに乗って加計呂麻島行くんですけど、明日から天気が怪しいんだよね。注文の品が到着しました。豪華な海鮮丼でございます。ちなみに海鮮丼にプラス600円でマグロを追加することができます。せっかくなんでね、課金しました。海鮮丼中のマグロプラス600円でプラスできるんだよね。うまそうだ。とりあえず食べよう。じゃあマグロからいく。うまっ。これめっちゃうまい。こことこれなんか違うの？なんか私が頼んだやつは本マグロと、あと多分キハダですかね。マグロ2種類乗ってたんですけど、この本マグロがぶっちぎりでうまかったですね。いや、全部ね、本マグロの海鮮丼にすればよかったなと思いましたね。めちゃめちゃうまかったです。ちなみに私が頼んだ海鮮丼はね、なんかね、本日のおすすめとかに書いてあったなんかスペシャル丼的なやつでしたね。あっという間に残りわずかだ。マグロはちょっとうまかったんで最後まで取っておこう。あとこのカンパチもうまかったね。マグロが一番美味しくて、個人的2位はカンパチですね。マグロうまい。マグロうまいわ。熱い。いや、海鮮丼美味しかった。やっぱカヌー漕いで運動してからの海鮮丼がいいですね。素晴らしい順番だったわ。そしてめっちゃ天気。あ、こういうタイプか。手を入れて手が抜ければ危険な状態から抜け出るという意味。ピンチはチャンスなり。実際これも怖いよね。いや、もう絶対何もないって分かってるけど、エモいね。あれ、これ時計止まってない？5時。いやでもうまかったな、マグロ。ちょっと思ったよりうまかった。黒マグロ養殖日本一の町、瀬戸内町。こんなに奥行きがあると思った。こっち側も結構迫力ある。いやー、風が出てきたけどめちゃめちゃ涼しい。ありがとう。海の駅200円。やっぱ車使う旅行はとこの駐車場代のね、小銭を常にキープしとかないと危ないね。あれだね、ガソリンスタンド多いねこの辺。エネオスがさ、この近辺だけで3つあるわ。この通りに3つあるってすごい。海鮮丼食べて眠くなりそうなんで、この辺にカフェがあるんで、ちょっとコーヒーをテイクアウトしておこう。到着しました。単管アメリカーノ、すごい。せっかくだからやっぱ黒糖じゃない？レジのとこにアイスがありまして、もともとはコーヒーだけの予定だったんですけど、うまそうだったのでアイスも購入します。ケーキ類もめちゃめちゃ美味しそうでした。ということで買ってきました。アイスなんだっけ、チョコチップバナナだっけ、黒糖ラテ。
せっかく奄美来たんでね、黒糖ラテにしてみました。うまそうだ。とりあえずアイス食べないとやばい。溶けるの早い。うまい。このチョコチップの甘さとこのバナナの風味がいい感じのハーモニーになってるわ。溶けることを考えたら、カップの方がいいね。危ない。あれうまいね。いや、これは買ってよかった。正解。黒糖ラテ混ぜてから飲めばいいのかな。うまい。黒糖ラテうまい。やっぱ奄美だったらもう黒糖ついてるやつ買えば間違いない。うまい。それからコーヒーもうまいね。ということで、食後の運動がてら、海沿いにある絶景スポットに向かいます。市街地というんですかね、この港町から、10キロくらいの場所にあるらしいですね。よいしょ。次の目的地がね、意外と時間かかるんで、ちょっと寄り道。ハートが見える風景。なるほどね。すごい、めっちゃ多い。すげえ、めっちゃ多い。石垣島のカビラ湾みたいな青さですね。これが、確かにハートに見えなくはないね。こういう感じね。このハートの半分みたいなね。見えなくはないね。いや、でも綺麗だね。結構ね、山登ってきましたね。だいぶ高い位置に来ております。ここにあるわ。カメラを設置して撮影する台ですって書いてある。なるほどね。このちょっと離れた場所から撮るってことね。確かにいい感じ。そして目的地まであと 1.4 キロまでやってきました。この辺からね、若干道が細くなりますね。車線はなくなるんですけど、すれ違い困難とかではないですね。この海沿いキワキワルートがもうめちゃめちゃ景色、素晴らしい海の景色が広がっております。すごいね。めちゃくちゃ水色、この辺すごいね。晴れたらこんなすごいんだ。ここすごいわ。すごい。ここの電柱のところもさ、めっちゃ多いわ。ということで、食後の運動がてら穂星海岸散歩します。いや、いいね。空青くて、この山の風景もすごい。こんなだったっけ、山。風がすごいね。とんでもない強風だ。ここまでさ、波しぶきが飛んできてちょっと濡れるわ。風強すぎて。そしてこの先を抜けると海岸沿いでございます。駐車場から歩いてどんぐらいだろうね。2、3分ぐらいですかね。もっと近いか。すぐそこが駐車場なんで。ここはすごい海水がめちゃくちゃ飛んでくる。カメラが壊れそうで怖いですね。すごい荒れてるね。あれあれです、海は。ただ景色はめちゃくちゃいい。すごい、去年より景色いいわ。波もなんか迫力もすごいな。去年より波がなんか倍以上高い気がするな。ということで到着、穂星海岸。あと風が強いから、この波と玉石とみたいな。波が強すぎることによって石が全部削れて丸くなってるみたいな感じなんですかね。こっちとかすごいね。でもこんだけ荒れてても綺麗。絵の具みたいな色。左側ちょっと波がやばいので右側だけ行こうかな。でこんな感じで下は階段が続いています。よいしょい。すごい、全部綺麗な丸。おお、やば。あそこやばいよ。すごいね。あんななんの。あれか、前回来た時は多分干潮の時間帯に来たんですよね。だからここ歩けたんですよ。この洞窟というか、この下入って記念撮影してる人いっぱいいたんですけど、今日は無理ですね。これは流されてしまいますよ。これはすごいやばいね。これ潮が満ちてる時間帯だとだって上から見るしかないです。おー、やば。おー、すごい迫力。おー、やば。いや、すごい。ここやばい。冷たい。すごっ。いやー、すごかった。楽しかった。このアダンのさ、隙間にカナブンがめっちゃいる。虫からしたら美味しいのかな。前回やっぱあれか、干潮だったのか。もっと奥の方までね、ビーチがあったんですけど。すげえ、めっちゃ綺麗。
おお、真ん中奥の方にサーファーがいっぱいいますね。素晴らしい景色だ。いやー、食後の運動がてらね、宿り浜散歩したんですけど、めちゃめちゃ眺め良かったっすね。昨日観光したね、最北端エリアのビーチもめちゃめちゃ良かったんですけど、離島が好きな人だったらやっぱこの南端エリアっていうんですかね、この瀬戸内エリアの方がよりこう離島旅してる感があってね、めちゃめちゃ良かったです。アクセスはなぜ市街から50キロくらいあるんで、車で1時間半くらいかかると思います。すごーい。これ何なんだろう。マジでこの謎の施設。いやー、ほんとすごいわ。ここは何回でもドライブしたくなるような景色ですね。あった。到着。マレン崎展望広場。今日だとすごいんじゃない？めちゃめちゃ海が青くなってると思うんですよね。今がここにいて、さっきいたのがこの穂星海岸と宿り浜ですね。でずーっと戻ってきて、今このマレン崎にやってきました。でもここに屋根と椅子があるから休憩しながら景色見れますね。さっきの方が青いかな。すげえ、めっちゃ青い。ここも石垣島のカビラ湾みたいな感じで輝く青さ。結構すごいこれ。光って見える、肉眼だと。すげえ、めっちゃ綺麗。 iPhone のズームすごいわ。こっからここまで切る。この木、モコモコした木がいい味出してるわ、この島の形と。そして絶景巡りからの今夜のホテルにやってきました。チェックインしました。宿泊の決め手はもちろんサウナです。ワイドシングルで2人まで宿泊可能です、ね。シャワーがついてないので、シャワー風呂がないので、5階の大浴場で入るしかないです。部屋の作りとかはめちゃめちゃいい感じ。ホームページよりも実際の方が広いね、部屋は。結構広い。ここの幅が広くてよかった。荷物置きやすい。でも加計呂麻島に翌朝行きますとかだったら、前日にここに泊まるのめっちゃいいね。立地もいいし、サウナ付きなんでね。これいいね。これサウナ、大浴場行くときに、このタオルとか入れるこのバッグね。これがあるのがめちゃめちゃいい。ということで、サウナ入ってきました。めちゃめちゃ良かったわ、サウナ。結構ね、びっくりするぐらい暑くて、で水風呂も16度くらいで、もう最高に整えました。サウナで整った状態からの、夜ご飯のお店に行ってきます。到着しました。今夜のご飯はこちらリッキーさんでいただきます。瀬戸内町にあるお店です。メニューはこんな感じでございます。このページだと刺身と島料理があります。そして揚げ物やご飯物、あと麺類とサラダとその他がありました。で、これは奄美の名物なんですかね。黒糖焼酎もありました。お酒全然わかんないんでね。こんな感じです。たくさん種類がありました。すごいね、ずらーって並んでるわ。そして巨大な文字で書かれたドリンクがありました。黒糖ジンジャーエールとかありましたね。これがマンゴーの炭酸ジュースと橙の炭酸ジュース。うまっ。メニューにはマンゴージュースしかないんですけど、炭酸で割ったりいけるんですかって聞いたらね、できましたね。で、炭酸にしたらめちゃめちゃうまかったです。お通しはこんな感じでございます。酢の物っていうんですかね。この程いい酸味とね、味付けがめちゃめちゃ美味しかったです。からの天ぷら盛り合わせがやってきました。こんな感じで本日のおすすめが書いてあったので、この中から注文しました。青里もずくとキハダマグロと長命草。キハダマグロですね。白身がカンパチです。でその横がソデイカ、島ダコ、その横がこの貝が夜光貝ですね。これが夜光貝。でこの手前の貝殻が島ではテラダって言うんですけど、マガキ貝っていう貝になります。ちょっと先の方に爪がありますので、ここだけ気をつけてお召し上がりください。初めて見た。おいしそう、うまい。なんかポテチののり塩思い出すわ。なんか塩と相性いいね。これがなんだっけ、もずく。で、刺身、マグロからいただきます。
うんカンパチ。うんそれいいか。でこれが夜光貝。夜光貝だからつぶ貝とか平木貝みたいな。うんコリコリ系。うんマクロめっちゃ分厚い。すげえ。うまい。続いて鶏わさびと鶏刺しがやってきました。鶏肉好きなんでね2つ頼んでみました。いやこれねわさびの風味も効いててめちゃめちゃ美味しかったです。こんな感じでたっぷり玉ねぎを乗せて食べると最高でした。続いてこちらの鶏刺しもめちゃめちゃ美味しかったです。いややっぱ鶏肉いいですね。やっぱ鶏刺しうまいわ。いや鶏刺しだったらねヘルシーなんでもう毎日食べられちゃいますね。超瞑想。これうまい。とりあえずここに来たらね本日のおすすめから注文すれば間違いないです。これが黒糖ジンジャーエール。うまっ。個人的にはこのマンゴーの炭酸が最強。続いて油そうめんがやってきました。うんうまい。美味しい？焼きそばみたいな。後半は一味をかけて味変して食べたんですけど、このねちょっと辛い感じもね美味しかったです。炭酸割りグアバ。これもうまい。うまそう。もう気づいたらなくなってたわ。撮影するの忘れてた。うますぎて。ごちそうさまです。いや美味しかったね。でもあんだけ食べて、2人で1万2000円ぐらいだったんでからの夜の散歩と、買い出ししてからホテルに戻ります。ととまるキッチン、鹿児島県産みすじステーキ、普通飲食店じゃない？カマンベールチーズフライ、パッションフルーツサワー、あとガチャガチャ。なぜはねいろんな人がこう散歩して撮影してると思うけど、瀬戸内は意外といないんじゃないかね。いいですね。この人がいなくて歩きやすくていいわ。めちゃくちゃこの好みの街並みだ。エモい街並みだ。どっかの街並みに似てるわ。確かに旬。ここも夜ご飯候補で上がってましたね。ここがファミマがあって奥に松清がある。だいたいこの辺に来れば全部あるということでサウナ入ってきました。いやーまさかの今回はですねこのホテルのサウナが思ったより良くてねめちゃくちゃ良かったんでね、またサウナです。本日2回目のサウナ。こんな短時間で2回入ったの初めてだ。そしてレモン炭酸です。毎度おなじみレモン炭酸飲んで爆睡だ。いやここのサウナすごいわ。今まで数々のサウナと、旅行先でもサウナたくさん行ってるし、東京とかね、関東でもサウナ行くんですけど、結構今まで行ったサウナで、1番か2番目くらいに暑かったっすね。だからサウナの暑さだけで言ったらここ結構最強っすね。今日1回目入ったのが、ご飯の前に入ったのが、5時台ぐらいなんですよね。4時半から5時半くらいで入ったんですけど、その時間帯結構混む時間帯なんで、混んでるから、ドアの開閉回数多いじゃないですか。何回も人が出入りして、ドアが開いたり閉まったりするんで、ちょっとずつ空気がそのたんびに変わるんで、温度下がっちゃうんですよね。それでも、5時台入った時めっちゃ暑かったんですよ。いい感じだったんですよ。で、今入ってきたのは、9時半から10時過ぎぐらいですかね。で、自分一人だけでサウナ入ったら、ドアがね、開閉されてないからずっと熱がこもってるわけじゃないですか。壊れてんじゃないかぐらい暑くて。いや、もう本当に、サウナマットがあるから、お尻はそんな暑くないですけど、なんか足の先とかがめっちゃ暑くて、ちょっと我慢はできましたけど、これはすごいと思って入って、で、2回目に入った時に、一応サウナストーンがバーで敷き詰められてて、オートロウリュっていうかね、上から垂らすタイプのオートロウリュじゃなくて、なんか内側っすかね、なんか、自動で温度調整機能みたいな感じがあるんですかね。で、それが作動したんですよ、たまたま。プシューってなって。それが、なんかロウリュっていうか、なんかもう、沸騰したお湯っていうか、沸騰して、熱々なんかもう上から降ってくるみたいな熱さで、
なんて表現するんだろうな。だからね、ロウリュの暑さじゃないんですよね。ロウリュの暑さはまだこの空気のなんか熱波じゃないですか。うわ、熱いみたいな。それ通り越して、なんかもう霧みたいな。熱湯を霧吹きでかけられてるみたいな暑さで、もうさすがにびっくりしちゃって、もうなんかもう5秒くらいで出ましたね。プシューってなって、もうちょっとこの頭の半分ぐらいにちょっとこうやって降り注いできた瞬間に身の危険を感じて、そしたらサウナマットでガードしながら、ちょっと退散しちゃったんですけど、もうほんとそんぐらい暑くて、結構なんかやばい。今逆に今、その暑さで体がアドレナリン出てるかわかんないけど、それでなんか今ちょっとハイになってるかもしれないです。もうほんと暑かった。でもあれちょっとすごいな。人生で一回はちょっと経験してもいいレベルの暑さ。ただ長時間は入ってらんないなるわ。でもなんかそれで、なんか体が解き放たれたというか、なんかこの炭酸レモンめっちゃうまいわ。だし醤油をかけていただきます。ということで相方が買ってきました。一番うまいかもしれない。こっちめっちゃ青い。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。